皆さんこんにちは、のらんです。今日はブライスですね。ホームスイートホームちゃんに来てもらっています。ちょっと久しぶりかなね。今日はね、なのでブライスの洋服をね、久々に作っていこうかなというふうに思っています。で、こちらですね、今日使うのは前もね使いましたけども、このハノンさんの、ドールソーイングブックのアレンジメント、こちらをね使っていきたいなというふうに思います。で、なんでね、今回こちらを使おうかなと思ったかと言いますと、まず一つはこちらですね。前ピコニーモピーのお洋服を作った時に、ニットの開拓ということでね買ったこちらのポリで確かねできているニットだったかなと思いますけれども、こちらをねまだ使ってなかったので、まずこれを使いたいなというのが理由その1で、もう一つがこちらですね。大塚屋さんのカットクロスなんですけど、見てくださいよ、これ50円で 36×33 の長さがねあるんですよ。もう上等ですよね。これ十分だと思います。いつもね一番安いカットクロスって言ってやっぱ100均で買うことが多いんですけれども、こちらだったらね2枚で100円ですよ。正直ねそんなに柄のパターンとか色のパターンはなかったので、よくあるこういうねチェック柄とか小花柄とかっていう感じではあったんですけど、本当にねただただカットクロスが欲しいということであればね、もしくは純粋に柄の好みが合えばもう全然使えるカットクロスかなと思ったので、ちょっとねせっかくなので使ってみようかなと思って買ってみました。なのでねこちらの布を使ってブライスのお洋服を作っていこうかなというふうに思います。で、作るお洋服なんですけど、まずこちらはねもう定番中の定番でスカートを作っていこうと思います。こちらのねハノンさんの型紙本にも何パターンかスカート系のね型紙って載ってるんですが、その中の一つギャザースカート、ティアードスカートみたいに途中で切り返しが入って、さらにねフリルがつながる形になるんですけども、ちょっといわゆる普通のギャザースカートと違って、ギャザーの部分がねあえて表側から重ねて縫い付けるような形の型紙だったので、ちょっと面白そうだなと思って、なのでねちょっとそれを作ってみようかなと思ってます。で、ハノンさんの型紙とのちょっとアレンジ点として、ウエストの部分を、ハノンさんの型紙では、ゴム1本で、ゴムスカートにしてたんですけれども、ゴム2本タイプにしようかなとちょっと思ってます。なので、ブラウスをインしても可愛い感じになるといいなというふうに思ってますね。なので使うゴムは細めにして2本取りでいこうかなというふうに思ってます。で、上ですね。上はこちら、この型紙を使って丸襟のブラウスを作ってみようかなというふうに思います。なのでねこれだと前開いちゃってるんですけど、前を何らかの形で留める風にしてね、ブラウスのような感じにしようかなと思ってます。これ見る感じだと若干丈短めな感じなのでね、スカートと合わせるとふわっとした森ガールですか、昔風に言うとね、今あんま言わないですよね森ガールって。森ガール風のカントリーな感じっちゃいいかな、カントリーな感じの、お洋服に仕上げたいなという風に思ってます。これでねこの布がブラウスに合ってるかどうかもねちょっと検証できるのでいいかなという感じです。ということで本日はハノンさんのねドールソーイングブックアレンジメント、こちらの本からジャケットの型紙とギャザースカートの型紙を使ってブライスのお洋服を作っていこうと思います。はい、ではね早速見ていただこうと思うんですけれども、結果としてちょっと今回ね布の実験会みたいになってしまったんですよ。なので、いくつか試作をしました。どっちかっていうとね試作というよりは失敗をしたので、経過を追ってねちょっと見ていただこうかなというふうに思います。まずはこちらですね。当然途中なんですけれども、まずは型紙本の通りに作っていったという感じなんですが、これは失敗ですね。じゃん。はい、溶かしましたね。完全にやっちまいました。そうなんですよね。今回のこの布は一応ね最終的にニットという言い方をしてるんですけど、実際のところはねポリなので
河川というかね、綿とか麻とかではないので溶けるんですよ。まあ分かってはもちろんいたんですが、割とここまでの工程ではね大丈夫だったのでね、いけるかなって思ったんですけど、これ接着芯をくっつけようと思った時に溶けました。で溶けたのに接着芯はこれつかなかったんですよ。ちょっとねやっぱこういう素材だとこの辺のちょっと扱いにくさみたいなのはありますよね。で実際ここを溶かすより前もこの襟の部分ですね、もう全然当然アイロンが効かなくて、ちょっとシュッとやるぐらいではね折り目がつかないんですよ。なのでねこのね叩いて押さえるのとかも全然アイロンでねシワが寄せられなくって、結構これしんどいなって思ったんですね。で逆にこういうとこ見ていただくとわかるんですが、切りっぱなしでもねもう全然平気なんですよ。もうこれ切りっぱなしでよくないってなって、次です。これの次作ったのがこちらですね。こちらもね途中なんですよ。で襟切りっぱなしでいっかって思って切りっぱなしにして、よしよしと進めてったんですけど、わかりますかね、また溶かしましたね。これここのね襟くっつけて、よし折り目ちょっとだけつけようって思ったんですけど、このちょっとだけでね溶けましたね。ちょっとこうアイロンの温まり具合とか、一応弱でやってはいるんですけど、その辺のね微妙な温度差加減でやっぱ溶けちゃいますね。でこれはちょっと辛いなと思って次です。はい、こちらですね。襟だけねロンにしました。面にしてつけてどうかなって思ってやった感じです。でこれちょっとね着せてないので変な感じになっちゃいますけど、割とねいい感じにできたというところです。ただやっぱねアイロンつけれないので、着せてないとこうやってくるるんってなっちゃうんですよね。後ろはこんな感じ。やっぱくるるんってなっちゃいますよね、こういう風に。で割とねいい感じになったんですよ。なったんですけれども、着せてみてちょっと思ったのは、当たり前ですけど、まずやっぱね素材感が全然違うので、やっぱ襟は同じ布がいいなと思ったのが一つと、あとはねこのお袖の部分ですね。この部分普通に型紙通りに折って縫い付けてるんですけれども、これなんなら全部切りっぱなしでいいんじゃないかなってこの時点で思ったんですよ。ここもねこのままでいいかなって正直思ったし、だったらもう全部切りっぱなしでいいじゃんってなったんですね。でようやくラストです。はい、こちらが完成形になります。すいません、ちょっとお首が今ない状態で、ブライスのこちらボディなんですけれども、ちょっとボディのみで一旦フィッティングをしていますけれども、こんな感じになりました。ちなみにこちらのスカートはもともと使う予定だったハノンさんの、型紙のスカートなんですけれども、こちらの上着ですね、こちらの方はリカちゃんのソーイングブックの一環だっけなの型紙に襟をつけるというアレンジと、あとは切りっぱなしにしたかったのでその辺の長さはアレンジをしています。どうですか？全切りっぱなしにしたんですよ。襟も袖も裾も全部切りっぱなしにしたんですけれども、割とおしゃれ着のようなねいい感じが出てるんじゃないかなというふうに思います。ただやっぱり襟の部分のこの折り返す部分にアイロンを当ててもね折り目がつかないし、あんまり当てるとまた溶けちゃうので、基本ねほぼアイロンをかけられないんですよ。なのでしょうがないんですけど、この後ろの部分をね、これもうちょっと本当は綺麗にやりたかったんですが、襟をねめくれるようにしちゃうともう全部立っちゃうんですよ、襟が。で押さえないといけなかったので、やむなくもう襟ごと後ろを縫い付ける形にすると、一応こうやって着せれば襟は収まるのかなという感じです。でこの襟の裏側の部分も同じ生地を使ってるんですけど、これもね脱がせるとわかるんですが、ちょっと脱がせてみますね。こんな感じで裏側の部分がねぴょこーんと立ってきちゃうんですよ。でこう着せてる分には問題ないんですけれども、脱がせてる時にねお洋服として、あんまりちょっと美しい形にならないので、結構用途というかね限定される感じにはなるんですけれども、着画の雰囲気としては割といいんじゃないかなというふうに思います。でこちらが
スカートの方ですけれども、これはねうまいこといきました。ただ本当は多分ねもっとこれもアイロンで押さえちゃった方がいいんだと思います。押さえちゃった方が本来の出来上がりのシルエットに近いのかなというふうに思うんですけれども、でもねこうやって広がった感じはそれはそれでティアードスカートのようなね可愛らしさがありますし、このフリルが表側に来るっていうのは新しいですね。どうしてもただね内側に来る形よりも若干縫いにくさというかね、仕上がりを見せる形になっちゃうので丁寧に縫わないといけないという部分はあるんですけれども、いつものフリルスカートとはちょっと違う趣があって可愛いんじゃないかなと思います。でウエストの部分は、予定通りゴムを2本入れてちょっとウエストのねゴムラインを太くしていますけれども、これはねうまいこといったかなという感じです。じゃあねせっかくなのでねブライスに着せてみたいと思います。はい、ホームスイートホームちゃんにね着てもらいました。こういう風にねウエストインしても可愛いかなという風に思いますね。どうだろう、私結構好きですね。このカジュアルな感じもしつつもちょっとね品のいいお嬢さんのような感じ、非常に可愛いんじゃないかなという風に思いますが、いかがでしょうか。結構ねこうやって着せてみるとわかるんですけれども、ちょっとカメラ越しだとわからないかもしれないですが、若干ねこの生地ね透け感があるんですよ。なのでねこの裏側に入れた同じ布なんですけども、ここでちょうどね裏側の布が終わってるんですけど、結構ね色味の差がちょっとわかるかなという感じがしますので、気になるっちゃ気になるかもしれないし、ここも絶妙なラインだなというところですね。今回ねこの布の検証という感じに結果なってしまったんですけれども、でもね4回これでブラウスをね失敗したりなんやかんや試行錯誤して作ったんですが、この布がねどういう布かっていうのはなんとなく理解できたような気がします。どうだろうね、結構この切りっぱなしで使えるっていうのはね魅力の一つかなと思うので、ちょっとデザイン性重視のねおしゃれ着のような感じの使い方だったり、こうやってね襟として使ってもいいかなというふうに思いますし、それこそシルバニアとかみたいにねちっちゃい子のお洋服をちょっと折り返して縫うのしんどいようなところを切りっぱなしで作るっていうのはありなのかなというふうに思いました。ただカラーバリエーションがそんなになかったので、ちょっとね使いどころは限定されちゃうのかなという感じです。でスカートのねこの50円の端切れの布はねすごく使い勝手は良かったですが、とはいえねいわゆるもう普通の布なので特筆してすごく上質だっていうことはないんですけど、やっぱね価格が安いのは気軽に使えるっていうのがいいですよね。ちょっとぐらい失敗しても心のダメージが少ないですから、ちょっとねチャレンジでお洋服作ってみたいなって時はこういった布を使うのもね一つ選択肢としてありなのかなというふうには思いました。本日はハノンさんのドールソーイングブックアレンジメントを使ってギャザースカート、あとはブラウスの試作をいくつか行いました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。